それって仕事かなってやっぱなるんですね。は嫌なことばかり避けて、い。自分たちが気持ちいい、楽しいことだけしようとするんですよ。うん。調和主義者じゃなくて、やっぱ指導者じゃなきゃいけないですよね。こんにちは。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくり、育成術など、役に立つ内容をお話ししています。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい。今日のご相談がですね、最近私、管理職に昇進しまして、成果を上げる管理職についてちょっとお聞きしたいんですけど、これから管理職っていうポジションに私がつくんですけど、どういったマインドセットや考え方が管理職っていうポジションにとっては重要になるのかなっていうところをちょっとお聞きしたくて、特に会社が困難な時期、創世期などは、どのようにしてチームを前進させるモチベーションを維持したりしているのかなっていうところをちょっと本社長に今回お聞きしたいんですけど。そうですね。毎度言いますけど、マネージャー、みたいな管理職みたいな目的としては、はい。主には2つですよね。部下を育成し、チームとして最大限の成果を出すこと。基本これしかないですよね。はい。2つと言いましたけど、基本的にはやっぱ成果を出すこと。補足としてその部下をいかに育成してっていうことがつくだけなんで、はい。これをとにかく求められているし、はい。マネージャーの目的ですと。はい。じゃあ具体的にどうするかっていうと、しっかりとそのチーム、部門の目的、はい。ビジョンみたいなもの、そして目標、これらを明確にして、その達成へのこの情熱、みたいなものをこう表現、体現していく。基本これに尽きるかなと、そういう時は思いますね。ありがとうございます。僕自身も部下の育成っていうのが管理職のポジションは最も重要になってくるかなと思ってるんですけど、最近その管理職がチームの輪を重要視しすぎると組織にリスクがあるみたいな話をちらほら聞くんですよ。その辺の見解って森社長的にどう思いますか？そうですね。やっぱりその何のために輪を考えるのかっていうことが、大体の場合やっぱみんなずれてきちゃうと思うんですよね。これは当然人によってもずれますし、同じ人でもやっぱ時間軸によってずれてきちゃう場合がある。ずれたことに結構気づいてないというか、そういうことが多いですよね。どういうふうにずれてくるんですかね？本来は結果を出すためのに輪を作るじゃないですか。結果があって輪があるんですよね。でも大体こうごっちゃになってくると、輪のためが優先されちゃって輪の方が強くなるんですよ。なるほど。そういうチームは、究極行き過ぎると成果出ないですよね。だって成果出すことよりも自分たちが輪を大事にするわけだから、その輪が何を指してるかって話ですけど、会社でよく言うのは仲良しグループ化はダメですよ。あなたたちはチームですよって言うんですよね。まさに輪を求めた結果、輪を追求し続けると結果仲良しグループになっちゃうんですよね。なるほど。仲良しグループの目的とか意味って、人間関係の親密さとか、楽しさとか、ここを追い求めるんですよね。別に結果関係ないわけですよ。そうですね。いかにこの人たちと仲良くするか、いかに楽しくやるかなんで、それって仕事かなってやっぱなるんですよね。チームっていう体からすると、要は共通の目標を達成するためにお互いの役割を理解して、協力して力を合わせる人たちの集合体みたいな話なんですよね。例えばサークルみたいなのがもしかしたら仲良しグループ、スポーツのチームがチームですよね。会社はやっぱり後者でなければならない。会社のそのチームは、部門は。じゃあなぜみんな輪とか、今言う仲良しグループに傾倒しちゃうことがあるのかっていうと、極論やっぱりそっちの方が気持ちいいですよ。だってマネージャーからしても気持ちいいし楽ですよ。成果を出すこと、勝つことみたいなのっていろいろ苦難も伴いますよね。嫌だけどやらなきゃいけないこととか必ずやっぱ入ってくるんですよね。チームだったら、じゃあサッカーだとして試合で勝つために練習しなきゃいけないし、チームとしての練習もしなきゃいけないし、レベルを求めてやっぱ頑張るわけですよ。練習しなきゃいけないんで、きつい練習も。
だけど、仲良しグループ、サークルだったら別に楽しいことだけしてればいいし、みんなが仲良くなるためにやってるし、やっぱりなるじゃないですか。はい。だからそれは逆に言うと、マイナス要素とか大変さとかが別にいらないですよね。だからとにかく行ったら仲良いメンバーと仲良くなって、何でも話せますとか、みんなとなんかすることが楽しいとか、そっちの方が自分だって楽だし気持ちいいじゃないですか。確かにそういう会社ってやっぱモチベーション低いですよね。成果達成に対するモチベーション低くなっちゃうんですよね。先ほど言った話ですよね。結果を出すことよりもみんなが楽しくやる、仲良くなる方優先だから。そうなってくると、結果を出すための例えば練習みたいな、ちょっとなんでしょうね、頑張らなきゃいけないプロセスとか、乗り越えなきゃいけないプロセスが億劫になるわけですよ。そっち避けるようになりますよね。そうするとどんどん嫌だからやりたくないとか、きついことしたくないとか、嫌なことばかり避けて、自分たちが気持ちいい楽しいことだけしようとするんですよ。メンバーがそうなってくると、管理者もちょっと厳しい要求したり練習させようとすると、ってなるわけですよ。そこで言えないと、みんなが楽しくやるのが一番だよね、みんなが仲良くなるのが一番だよねってなりすぎると、成果を出すためのプロセスとはもう下手したら真逆のプロセスを遂行していくようになるわけですね。結果じゃないですよね。会社としてはチームとしてはオワコンですよね。オワコンですね。だから仲良しグループっていうのは、繰り返しますけど、人間関係とか楽しさに重点を置いてる場合がほとんどで、チームっていうのは目標達成というものが中心にあって、そのために必要なコミュニケーションとか協力が求められるわけで、普通にこうやって考えたら会社としての部門チームだったら後者じゃないですか。チームとしてなきゃいけないですよね。チームっていう組織を確立させていくためにやるべきこと、重要なところってもうちょっと的にどういう部分だと思いますか？目的とかビジョンとかをしっかり明確にした上で、やっぱりその目標ですね、共通の目標をしっかり置く。そして役割分担。そのためにやっぱ協力と連携。あとはまあ責任の共有ってはちょっと言葉があれですけど、そういったこと、こういうことをやっぱりこうセットしていくことが必要ですよね。すごい大きく言うと、一個分かりやすいことで言うと、しっかりと目標を持ってそのためにどう目標を達成するかを追求していくのか、楽しさとか居心地の良さだけを追求していくのかが違いなんで、まずはやっぱりその目標、目的ビジョンがもちろんあった方がなお良くて、本質はそこなんですけど、まずやっぱ目標をしっかり持つ、目標達成のために僕らはチームとして集められていると、集合体であるということを明確にする必要がありますよね。なるほどなるほど。なのでまあ僕からするとですね、仲良くなるんではなくて、僕ら導いていくのがマネージャーの役割ですね。関係性の質が大事だとかいうのは、結局正しく導くためにマネージャーが言っていることを信頼してもらったりとか聞いてもらうために関係性を質を上げるっていう話なんで、それがちょっと勘違いになってしまって、仲良くなることがやっぱりどんどん目的、そっちの方が楽で気持ちいいから、人間やっぱり何も考えないと楽なことがされるんでってなってくると、テレビでとかネットで、なんなら X でとか、輪が大事だとか、仲良くなった方が結果が出るとか、心理的安全性とかっていう、その表面上のその言葉だけに流されて、自分が楽な方に進むっていう。なるほど。目標目的を達成するためにまずはが重要なんだよみたいな、そういうなんかこう説いてる人が多くて、重要だとは思うんですけど、みんな行き過ぎちゃうんですよ。だからそのもう一回言いますけど、和を重んじるっていうのはいやいいことだとは思うんですけど、何のために和を重んじるんですかと、っていうことをちゃんと考えられないと、和を重んじるが先行して優先されちゃうわけですね。だから多分まずチームとして目的に近づくため、目標を達成するために和が大事ですよって言ってるのは間違いではないですよ。僕は正しいと思うんですけど、その言ってる人たちもみんなそう言ってると思うんですよ。だけどこの和ばっかりがフォーカスされて、先走りしちゃうというか、なるほどっていう事例が多く見受けられる。
先ほどモン社長がおっしゃってたように、管理職はチームを導くっていうのがなんか僕的にはすっとこう、腑に落ちたというか、確かにそうだなって。割とその管理職って支配者みたいな。なんかそういうイメージでしたね。高圧的で、みたいな。で、支配者はやっぱりなんか良くないですよね。支配なんで。どちらかというと恐怖支配とか、心象出罰の罰の方が強いとか、それよりもやっぱ指導者じゃなきゃいけないし、和を重んじすぎると、なんかもう協調主義者みたいになっちゃうんですよ。なるほど。調和主義者っていうのが。これは調和主義者じゃなくてやっぱ指導者じゃなきゃいけないですよね。支配者も調和主義者も、今の時代はどちらかというと全体と自分で考えたときに、自分のためが強くなりますよね。だって自分が考えるこうやりたいからお前これやれよみたいな、全体よりも自分の方が優先されてるっていう。調和主義者も全体のことよりも自分のこと、自分が非難されたくないとかね、仲いい方が、毎日平和だとか、そうなるんで、結局自分が一番楽で気持ちいいから調和主義者なんで、自分のことの方が最も優先しますよね。でも指導者っていうのは自分のことを優先というよりかは全体のことを考えて、全体を正しい方向に導くためにみたいな表現だと思うので、とにかく自分よりもやっぱりその全体のことを考えてやってるっていうのが、いわゆるだから僕は指導者みたいな話なので、支配者じゃなくて指導者、調和主義者じゃなくて指導者、マネージャーはやっぱり指導者であるべきだと。なるほど、指導者であるべき、ありがとうございます。先ほどおっしゃってたようにサッカーのチームとかチームの監督とかってまさにそうだと思うんですよね。そうですね。プロスポーツチームの監督とか全部そうですよね。プロスポーツチームの監督がね、勝つためにじゃなくて、いやいや仲良くサッカーやりたいだけだから、楽しければいいです、サッカーはね、と言ってたらそれはプロ失格ですよね。そんな監督はね、GM が首切りますよ。間違いないですね。だから会社も同じだと思うんですよね。ありがとうございます。あとお聞きしたいのが、冒頭でもお伝えしたんですけど、会社の創設期とかなどに管理職の人がチームを前進させる、モチベーションを維持させるとか、そういうところをちょっともう少し深掘りしてお聞きしたいなと思うんですけど、そこってなんか会社の時期によって管理職のマインドとか考え方みたいなちょっとこう変わってきたりもするんですかね。これもだから分かりやすく言うと、いつも言う通りですよね。例えばじゃあ僕はキングダム好きですけど、シーンの最初どうだったのかって言うと、とにかくやっぱりその、まずは大将軍になるんだみたいな、ある意味これ目標ですと、っていうのをみんなに笑われようがちゃんと発信をして、率先垂範でやっていくじゃないですか。そうですね。初期人数が少ない時はやっぱそういうのが大事だと思うんですよ。仮にシンが10やるんだったら、メンバーは5しかできないかもしれないけど 5.5 頑張れみたいな、自分の今の 100% と思われるパワーよりも、105%、110% 出すように努力する。これを続けることによって、それが 110%、115%、120% を引き出していくみたいな。リーダーは自分も当然同じようなことをしてやっていく、引っ張っていくみたいな。その姿を見てまたメンバーがっていう感じを人数少ない時はもうひたすらやるしかないかなと。そういう時期はじゃあ管理職もある意味でプレイヤーとして動いていくべきなんですかね。いやだってそうですね。例えばですよ、チームに、とか会社にですよ、社長と部長と5人しかいないのに、社長が戦略を考えなきゃっつってずっとデスクに向かいっぱなしで、部長もいや俺も戦術考えなきゃっつって机に座りっぱなしで、ってことには大体の会社ならないじゃないですか。だからプレイングマネージャーにやっぱり最初は社長だろうと部長だろうとなるわけですよね。人数が少ない時は当然プレイングマネージャーとして、ほとんどの場合が頑張らないといけないと思うので、必然かなと。なるほど。ありがとうございます。とにかく仲良しグループではなく、ちゃんとチームとして、機能することをしっかりやりましょう。支配者でもなく指導者、調和主義者でもなく指導者。しっかりと、やっぱりそのチーム、部門の目的、部下を育成してチームの成果を最大化すること。これしかないので、ここにちゃんと向かって動いていけるようにしましょう。はい、ありがとうございます。
皆様からいただくいいねやコメントは大変励みになっております。この動画が気に入ったらぜひいいねやコメントをお願いいたします。